前回のあらすじ。細井が殺されていた。細井は、水木玲子の通帳を握りしめていて、150万はすべて引き出されていた。二人は、細井の勤める大学に向かう。大学で、細井が教授に高価な壺を送っていたことが分かった。さらに、三田とスナック、愛のママ、結城について聞くことができた。その後、室岡幸子の葬儀に出た二人は、そこで星川に出会う。星川が幸子に借りていたのは星座の本だった。蛇使いについて聞いてみると、星川は心当たりがあるのか、ものすごい形相で走り出していってしまった。細川がバイトしていた予備校に来たよ。お父さんと一緒に入校の手続きですか？私は大岩刑事です。細井さんが自室で殺されたので調査しているんです。刑事さんのお仕事って大変なんですね。高校生の女の子までアシスタントに使うなんて知りませんでしたわ。細井のことは何か知ってるかな？うちの契約講師をしてもらっています。今日はまだ見ていないみたいですが、でも当然で。この人ずいぶん冷静だね。今は授業中です。でも細井さんが来られないなら授業を休校しなくちゃならなくなりますね。すみませんが教員室行って説明してくれます？まあ、この後教員室行くからいいけど。まず目の前の廊下をまっすぐに進んでドアにぶつかったらドアをキックして左に曲がり進んで、左に曲がれたらその廊下を進んで、地下に降りて。それ、ウィザードリーでしょ？そうそう、好きやのよね、私。あの廊下の先にあるのが教員室だろ。その通り、ピンポン。ずいぶん軽い人ね。というわけで教員室に来たよ。先生方にお知らせしなくてはならないんですが、今朝方自室で細井さんが殺されていたんです。細井について聞いてみようか。数学を教えてもらっていました。授業はそんなに熱心なこともなく、目立たない人でしたね。細井さんは生徒からの信望が全くなく、今回の問題をきっかけに引退してもらおうと思っていた矢先だったんです。かなり言われてるね。で、今回の問題って？今週の火曜日の夜のことなんですが、本日予定していた模試問題を誰かが不正にコピーしたみたいなんです。隣の先生の話は聞かれましたね。うちではコピー機にカウンターがついているんで、コピーを取るとわかるんですよ。それで、夜の間にコピーを取ったことが分かったと。模試用紙を置いておいた私の机に白髪混じりの髪の毛が数本落ちているんです。そうなるとうちには細井さんしかいないんですよ。私もその話を聞いた時には自分が探偵気分になりましてね、あることを試してみたんです。あること？うちの電話は各机に電話があって再発信ができるんです。それで水曜日に細井さんの電話で再発信してみたんです。再発信でかけると呼び出し音の後で女性が出たんです。スナック、愛、と言ってましたよ。間違い電話のふりして切りましたがね。ここでもスナック、愛が。すみませんが、私たちは次の授業があるので失礼します。高校生たちの授業は今の時間で終わりなんですが、一般はこれからなんですよ。どうもお邪魔しました。大岩さん、行きましょうか。そうしよう。二人は、受付に戻ることにした。予備校の試験盗むって、この予備校の生徒に売りつけるとかなのかな？うちの生徒さんは高校生だと、緑が丘高校と白川学園の生徒さんがほとんどね。ね、刑事さんってこの場合は生徒にも話を聞くんでしょう？そう思って、生徒さんにお願いして一人残ってもらったの。2号教室で待っているわ。場所はね。あそこに見えますから、説明は結構です。というわけで教室に来たけど。あれ、山崎ひろみさんじゃないか。君は風とタフクを併発させて学校を休んでいるんじゃなかったの？弟さんが連絡してくれたんだけど。まずい。少し良くなったの。でも様子を見て、明日一日学校は休むけどね。先生には会ったこと、内緒にしておいて。細井はどんな感じだったんだろう。数学を教えていたんだけど、教え方が上手くないんだよね。聞いていても退屈しちゃうし。ひろみと同じ学校ってことは。2年まで、緑が丘高校にいた室岡幸子さんじゃないか。そうか、室岡さんのことも知ってるんだね。彼女、2年まではこの予備校に通っていたんだ。転校してからもしばらくは来ていたんだけど最近は見ていないな。室岡さんの手紙かい？ちょっと見せてもらえないかな。ふんふん。なるほどね。室岡さんらしいな。蛇使いの意味は星座の本を読むと詳しく書いてあるけど気づいたかな。ほら、コラムのところに書いてあるだろう。ここに出てくる室岡さんの彼氏には思い当たる奴がいるよ。ほら、君だって忘れているだけで知っているはずさ。去年の期末試験事件、あれだよ。彼が言うってことは、緑が丘高校の話だよね。本当に忘れてしまったのか、僕をからかっているんだろう。君の弟さんに聞けば知っているよ。後で聞いてみよう。山崎さん、窓の外で何か見えるぞ。窓の向こうで男の子二人が掴み合っているのが見えます。誰かまでは、ここからは見えません。刑事さん、うちの生徒が誰かに襲いかかられてもみ合いになっているみたいなの。早く止めて。予備校の外に出ると、星川が一方的に花島に掴みかかって喧嘩しています。花島明に襲いかかる星川光を大岩刑事が間に入り、取り押さえました。話してくれ、
こいつは人間の皮をかぶった悪魔なんだ。こいつが室岡幸子さんを殺したんだ。殺してやる。クソ。話せ。話せ。ギャー痛い。大丈夫？押されて倒れただけだから大丈夫。ひろみくん、星川くんは俺に任せて花島くんと病院に行き、怪我の治療をしてきてくれ。君たちがいると星川くんが収まらないから早く行ってくれよ。病院なら、父親がやっている病院に行こう。そうね、タクシーを捕まえていきましょう。大岩がウインクをヒロミに送るのが見えて、ヒロミは腹立たしかった。大岩は、ヒロミに花島病院を調べてこいと言っているつもりなのだ。花島の前で病院って言えば、自分の病院に連れて行くはずだと大岩は考えたのだろう。タクシーが捕まったので、ヒロミと花島明はタクシーに乗り込んだ。助けたけど、やっぱり疑わしいのは花島なんだよね。幸子の、室岡幸子さんの写真を見せてくれてどうするつもりだい？彼女は君にどこまで手紙で話しているんだ？花島くん、気になる？別に、星座の本について聞いてみよう。星座には興味はないからしまってくれ。室岡さんについては、友達さ。あんまり話す気はなさそう。そうだ、誕生日聞いておこう。 12月4日だけど。ほら、目の前に見えてきたのが父が経営する花島病院だよ。運転手さん、病院の入り口で止めてください。花島病院の診察室です。紹介します。この病院の院長をしています父です。それじゃ父さん、僕は部屋にいるね。あかりの父の花島です。右腕を少しすりむいていますね。塗り薬をつけときましたので、大丈夫でしょう。自分の息子ながら優秀な子ですよ。早く医大を卒業して、この病院を引き継いでもらわんと私がなかなかできないものでね。あははは。一見何も知らないって感じだけど、ほう、あなたが可愛らしく映っている。隣の子は友達ですか？室岡幸子さんです。踏切事故にあった。いろいろ聞いてみようかな。水木玲子さんの部屋で発見された封筒です。あなたは私が何をしたと言いたいのだ。失礼。つい興奮してしまって。これ、何か関わってる？そもそも室岡さんのこと知ってるの？誰のことです？アキラのお友達の名前かな。あははは。タクシーを呼んであげましょう。いいえ、歩いて帰りますから。まさか踏切で列車にひかれることもないでしょうから。どういう意味ですかな？私、室岡幸子の友達です。それに、水木さんと細井さんのアパートの管理人もしているんです。あなたとは、またある予感がしますね。私も同じことを考えていました。それじゃ、お邪魔しました。何か関係ありそうだけど、まだ何にも分かってないしね。外は暗くなりかけ始めていました。踏切には、瓶に刺した花が立っています。今では、その花だけがここで事件があったことを教えてくれています。踏切の線路には、誰も気づかないのか、それとも外れないのか、指輪が淡い光を放って小さく震えています。ひろみは帰宅の道を走って帰りました。まだ指輪挟まったままなんだ。お姉様、起きてください。いつまでも寝ていると捜査の最終日が終わってしまいますよ。いいんですか？あれ、翌日になったのか。あと5分。無に無に。直樹もバカね。今日は土曜日でしょ。どうして今日が最終日なのよ。越してきたばかりの高根沢さんが仕事の関係で急遽明日、引っ越しすることになったんだ。もし高根沢さんが犯人なら今日がラストチャンスだろ。もう引っ越すの？そういえば、高根沢さんが越してきてから事件が起きているのね。でも、どこか悪い人のような気がしないんだけどな。兄貴、大岩さんから電話が入っているよ。サンキュー。ひろみは受話器を取りました。もしもし、ひろみくんか。星川くんには昨日一晩泊まってもらって話を聞いたんで、これから返すけど、花島病院の方はどうだった？花島くんのお父さんは病院の院長で、私を診察してくれたんだけど、あの人怪しいわね。私が、幸子の封筒や水木さんの名前を出すと怒り出すの。花島親子とスナック愛のママの勇気は要注意だな。話があるんだけど、こちらに来れないかい？私も大岩さんに話があるの。これからそちらに向かうわ。兄貴、管理人さんいますかって、西南デパートから電話が入っているけど。また電話？もしもし、コーポ山崎さんですか？こちら西南デパートのものですが、そちらのアパートに、細井さんって方は住んでいらっしゃいますか？不幸があってお亡くなりになったんです。本当ですか？困ったな。今日が壺の代金の残りをいただく約束になっていたんですよ。あの壺分割で買ってたのか。ご購入の時に側近で50万円いただいているんです。今日、残りの150万をもらえるはずになっていたんです。もちろん壺一つの値段ですよ。いつ買ったんだろう？今週の火曜日です。その時には200万ぐらいで買える壺を売ってくれと、随分乱暴な話で買いに来たので覚えているんです。上司と相談してみます。どうも長々すみませんでした。
50万しか払ってなかったんだ。あ、そういえば、学校での試験の事件について聞いてみよう。僕が中学3年の時にあった事件じゃないか。兄貴の方が詳しいだろう。ああ、思い出した。私が高校2年の時に、3年生の人が期末試験を職員室から盗み出して見つかり、卒業前に処分を受けたのよね。その人はどうなったんだろう。留年だよ。親が病院を経営していて、そのコネで某大学の入学が決まっていたのに、単位が足りなくて卒業できなかったみたいだけどね。花島じゃないの？留年して、別の学校に転校してたんだ。じゃあ室井さんとはその時から？花島病院の跡取り息子だろう。僕が緑ヶ丘高校に入学した頃には、転校していなかったんだけどね。間違いなさそう。幸子ったら、花島くんと、その頃からの付き合いだったんだ。それで花島くんを追いかけて、白川学園に転校していったんだ。幸子ったらバカよ。大岩さんが警察署まで来てくれって言うから出かけてくるわね。いってらっしゃい。今回はここまでにしておきましょうか。やっぱり花島が怪しいよね。でも、父親とかスナックのママはどう関わってくるのかな？花島が殺人事件をしたとも思えませんし、そちらに関わってくるのかもしれませんね。それでは、次の動画でまたお会いしましょう。またね。